の家が結構大きかったので、勉強する時ももう自分の部屋だけで、リビングとかはすっごい遠くにあって、なんか子供ながらちょっとなんかこう寂しいみたいな。子供たちには料理してるところとかも感じながら勉強してほしいなっていう思いで、そこも小さい家に憧れっていうか、なかなかいろんな会社を見ても小さく建てれるってできないとか、間仕切りがないなんてっていう感じの印象を受けて、なんで小さく建てれないんですかとかいろいろ言ったんですけど、小さく建てるって難しいんだよっていうのを言われて。外から見た時はちょっとちっちゃいのかなっていうね、ちっちゃいねっていう話だったんですけど、もうちょっと玄関から入った時に、あら、ね、広くないっていう話をして、大きな窓が1個あるのと吹き抜けがあるので、これだけでもなんかすごい開放感というかがあるので、見た目以上に中は全然広かったというか。全然大丈夫でした。仕切りは作ればいいからって言われて、小学生に上がった時、また中学生高校生で絶対必要なプライベート空間って変わってくるから、今はもう仕切り作らずに、その時々に応じて仕切りをこう作って変えていけばいいんじゃないかなみたいな。やっぱり一からこう何を作ろうかなっていうところから、じゃあ木をどういうふうに木を買うとか、端材をいただきに行くとかで実際に作るところまで、なんかこう全てが思い出となる感じがやっぱり DIY いいなって感じで作るの楽しいなっていうふうに。なんか今なんか生き生きしてないみたいな感じで言われたことはあります多分好きだったんだろうなってそこからなんか気づくっていう感じですね。やっぱりこうちょっと曲がってる木がどうしても欲しくて、たまたまいい棒を見つけて木はノコギリで切るんだよとか、細かいところとかちょこちょこの掃除はもうほうきで
してて、便利すぎる世の中ねだからね、そういったなんかこう不便というかちょっと昔に戻るような体験をさせたいなって。もしないのじゃそういうことだ。同時です。お願いします。家で収納がいいよねって話をして、洋服屋さんのようなそうね、いう棚にしたいねって。いっぱい溜まりすぎないように管理できるので自分たちにはこのスタイルが合ってるかなと思って、自分たちの家にあった観葉植物が枯れちゃったんですけどその木がなんかいいなと思ったので切って干してで、ここにちょっとスペースがあるのでかけてみようかって全部思い出があるやつですね。温かさがなんか自然ですね、どっちかって言ったら。裸足で過ごせるよね。裸足ですね。前のマンションの時は結構厚手の靴下を履いてたんですけど、裸足になるし脱ぐしですね。話を聞いてる時はなんか半袖で寝てますよみたいな、冬でもだったんですけど、こういうことねっていうのがすごい住んでからは分かりました。でも変な暑さじゃないというか、ね、なんかポカポカで、ポカポカって感じで、お日様ポカポカ。夕方になったら窓の方から誰か遊んでないかなって見て、いたって感じで外に飛び出していって道路にチョークでお絵かきしてみたり、なんか将来この子たちが大きくなった時にそういうことできるのって珍しいねって言われるようななんか子育てと環境を提供できたらいいなと思いながら。兄弟だけじゃなくて、タウンの子たちがみんななんかみんなの子供っていうか、っていう感じで子育てもできてますし、もうなんか家族に近いような感じなので、みんなで身を守ってるような真剣タウンにしかできないんじゃないかなと思いますね。やっぱ作った時が 100% じゃないので、逆にそこが暮らしていくのがスタートなので、家族の形とかやっぱり考え方日々変わっていきますし、それに応じてすごくこう形を変えられる家だなっていうのはすごく思いますね。いや確かに柔軟さだよね。柔軟さ、なんかよくこう見学会に来られた方も、なんか男の子と女の子だけど、なんかなんで仕切りないのとか、子供、なんかそういう仕切りのことは結構言われて、どうするんだみたいな、2つ部屋がないとっていう感じだったんですけど、ではなくて、やっぱりもしかしたら男の子と女の子でもできれば近い方がいいっていう風に育つかもしれないですし、小学校低学年までは一緒がいいっていうことになりそうな気がするので、それまでは今2階のこの机に横に椅子並べて勉強してもらって、ちょっと高学年でちょっと別がいいってなった時に、ある程度プライベートが守れる壁っていうのを作れればいいなっていう話をしてるので、まだまだ決まってはないんですけど、逆に決まってないからこそまだ完成したんですけど、まだまだなんかこう作る前と一緒
これからは子どもたちと一緒に話しながら暮らしも楽しんでいければいいなって思ってます。